錬金住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。本日なんですけれども、実は今大分県の、本光寺さんという日蓮宗のお寺に来させていただいております。ということで大分からお届けしようと思うんですけれども、こちらの本光寺さんですね、本堂もすごく立派でして、ここのお寺の特徴は何かと申しますと、慶応3年、1867年ですね、この大分県の別府一円に実は疫病がすごく流行した年がございます。この年にですね、こちらのお寺を建てて闘病平癒の祈願をされたところ、大分県別府の中から病気が消えたというふうに言われている、言われのあるお寺でございます。そしてですね、このお寺の面白いところが何かと申しますと、面白いというと、叱られるかもしれませんけれども、このお寺の初代ご住職、私たちお坊さんの世界では、御開さんという言い方するんですけれども、このお寺の初代住職さんがですね、実はなんと怪談説法ではなくてですね、裸説法というふうなのをされておりまして、市内に複数ある、銭湯であるだとか、温泉であるだとか、そういったところを回ってですね、まさに裸になってお風呂の中でお説法されたそうなんですね。なんとなくこれ裸説法というのと、怪談説法がなんか、私にはすごく親近感があって、内容は全然違うのかもしれませんけれども、非常に、ご縁のあるお寺だなというふうに思います。今ちょうどですね、この本光寺さんで、イベントをさせていただいて終わって今撮らせていただいているというふうな状態でございます。この、私 YouTube をしてますとですね、よく思うのが、これからいろんなお寺さんに、回って撮らせていただきたいなと思うんですけれども、全国津々浦々回らせていただきますとですね、その土地その土地の雰囲気っていうのがあるんですよね。例えばなんですけれども、とある県ではですね、非常に私の怪談説法のライブの時に静かにご覧になられるお客様が多い地区、あるいはもう拍手をしたりですね、大笑いしたり、うわーっと大きなリアクションを取ってくださる方がおられたり、いろいろと地方によって違う。でこれを見るのもですね、私非常に、ライブをしていて、楽しいなというふうに思うんですけれども、この別府の地の方はどちらかというとですね、明るい方が多くてですね、私の何か、ちょっと怖いシーンになりますと全員で「えー」とかってリアクションを取っていただいて、喋ってる私もどん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 と熱気が、上がっていって、今その熱気の絶頂の中で撮らせていただいておりますので、非常に私の、気がですね今出てるんではないかなというふうに思いますけれども、ただ地方に行っていろいろとお話しさせていただくと、言葉の違いにたまに戸惑うことがあるんですね。例えばなんですけれども、私はよく電信棒の陰から女性が見ていたという表現する時があるんです。この電信棒というのはですね、もう関西の方にはね、あ、電信棒かというふうに、思っていただけると思うんですけれども、これ実は関西弁だということを私知りませんでしてですね、電信棒というのは一般的にいわゆる電信柱のことを関西では電信棒という、なんかどんな棒ですかとか、長いんですか短いんですかと言われたりするんですけれども、電信柱のこと、電信棒という表現をしてですね、皆さん電信棒、もしこの棒が細かったらその陰から女性がということは、女性はさらに細いんですかとか、いろいろなご質問をいただいて、あ、そうかそうか、関西弁がそういう単語にまであるんだなということを、地方とか回らせていただくとよく感じることがあります。あるいはですね、食べ物の種類も少し違って、味付けが甘かったり辛かったりっていうのも地方に行けば行くほどこう特色が濃いといいますか、日本という一つの国の中なんですけれども、文化や、食文化もそうですし、景色はもちろんのこと、言葉の表現の仕方も違ったりしますね。でこういった言葉の表現っていうのが非常に、難しいので、極力私もなんか YouTube を配信させていただいている時には、そういったところを標準語に直してですね、ベタベタの関西弁ではなくってちょっと標準語に近づけた、語りをするように心がけてるんですけれども、もしかすると、あ、ちょっと今のはどういう意味だろうというふうなことがあるかもしれませんけれども、ちょっと調べていただいたら多分それは関西弁ですとか出てくるかもしれませんね。そういった言葉の難しさがいろいろありますけれども、そういった中ですね、ちょっと今回はその言葉にまつわる会談をさせていただこうと思うんですが、
私こうやって地方をずっと回らせていただきますとですね、もう本当に京都に帰るというよりも、明日京都に一泊できるなぐらいの。で一泊してお寺の用事を済ますとまたすぐ、どこか行ってしまう。でこれをしていますとですね、たまにコメント欄にもいただくんですけれども、お寺の仕事をしっかりしろと、なんか地方ばかり回ってるなって言われるんですけれども、実は僧侶の仕事っていう意味で言えば、私は2つ大きなものがあって、1つが何かと言いますと法を説くことですね。少しでもいいんで、ほんのちょっとでもいいので、私の場合だと怪談説法という説法という部分でですね、お経の、意味合いだとかを説明させていただく、この法を広めることっていうのがまず一つで、もう一つが、拝む場所を提供するということで、蓮久寺ではですね、極力土曜日日曜日、またこれ来られる前に、蓮久寺という京都蓮久寺のインスタグラムがありますので、そちらをフォローしていただければ、今日空いてますよとか、今月の何日はちょっと、閉めてますよとかっていう風な情報があるので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、基本的には土曜日日曜日を空けさせていただいております。でこれがですね、僧侶の仕事の2つ目、大きな柱として、拝む場所の提供になってるんではないかなと。ですから決してですね、お寺の仕事をサボってるっていうふうに、言うんではなくって、布教も、その一環として私は思っておりますので、どうかですね、地方に行きましたら是非、近くに行った折には足を運んでいただけたら、嬉しいなというふうに思います。でお寺の方は今副住職が頑張ってしてくれてますので、そこら辺お寺の方もカバーできてるかなというふうに思っていろんなところを回らせていただいております。でいろんなところを回っていくと、一番今言いましたような文化の違いもあるんですけれども、言葉の違いっていうのが非常にあります。でこれ関西でですね、同じ言葉を使う人同士でも言葉っていうのは非常に難しくってですね、私が意図せぬような形で、相手の方に伝わったり、あるいは、私がそう思い込んだりするっていうこともありますので、不特定多数の方にお届けするという意味でこの YouTube っていうのは非常に難しいな、そんなふうに考えるんですけれども、そう言いつつも極力私のできる範囲で配信をさせていただいております。そして配信をしていく中でですね、めったに地方を回らせていただいて京都へ帰るタイミングがあればまた京都で撮りたいなと思うんですけれども、今のところはいろんなところの地方で撮らせていただいて、でこうやってやっていくとですね、京都にポッと帰るそのタイミングでなんか偶然会う方っているんですよね。中にはですね、とある県の方なんですけれども、蓮久寺に5回来て5回とも私と偶然会ったというふうな方もおられてですね、私が京都にいるタイミングで本当に、毎回会うと「三木住職案外地方になんか布教に回ってるという割にはお寺に、ずっとおられるんじゃないか」というふうに言われたりもするんですけれども、そんなことはなくってですね、その方とたまたまご縁があったということなんですが、これも私がたまたま京都にいる時に少し用事で出かけようと思って外に出た時、とある女性の方とお会いしたんですね。そしてこの女性の方が私を見るなりですね、「うわー、三木住職と会えると思ってませんでした」、非常に喜んでくださって、私の方がもうそれこそ嬉しいですなんて話をしてたら、いやこれもひとえにもしかすると主人の導きかもしれませんと、そんなふうにおっしゃったんですね。主人の導きということは、もしかするとご主人様お亡くなりになられてるんですか。私がそう聞きますと、いや実はそうなんです。数ヶ月前に、病気で亡くなったんです。そうおっしゃるんですね。で、ああそうでしたか。でしたらこれはもしかするとご主人の導き間違いないと思います。そんな話をさせていただいていると、この女性の方がですね、いやでも本当に亡くなった方っているんですかね、そうおっしゃるんですね。で、いやおられると思います。実際やっぱりお化けを見る方がおられたりですね、あるいは不思議な体験談を聞くにつれ、私自身が体験、するにつれ、やはり、人の命というのは根性で終わりということではないと思います。そんなお話をさせていただいたんですけれども、この女性の方はですね、本当にそうかな、しきりにそうおっしゃるんですね。で、ああそうですか、あまりそういう経験されたことないですかっていうと、私は実はなくって、いやなくってというよりも主人に手紙を書いたんですけれども、その返信がないんですよね。そうおっしゃるんですね。で、はあ、ご主人にお手紙を書かれたというのはいつのお話ですか。そう言いますと、
主人が亡くなって、棺の中に手紙を入れたんです。ただその返事がいまだに来ないんですよね。そうおっしゃるんですね。で、いや、確かにですね、ご主人がお亡くなりになられると、もちろん返信を書く方がおられないので、返信がないっていうのは自然なことなんじゃないでしょうか。私がそう言いますと、いや、そういう意味ではなくって、例えばなんですけれども、三木住職のされるこの怪談説法、中にはですね、手紙を書いたらそれが夢の中で返ってきた返事をもらえたよ、あるいは体験として、これは亡くなった人がこう言ってるんだなっていう体験された方おられますよね。私は主人に返事が欲しいと手紙に書いて棺に入れたんですけれども、いまだに返事がない。夢の中にも出てこないし、これが主人の答えなんだなというようなことも家で起こらないんです。そうおっしゃるんですね。ここら辺難しくてですね、誤解なきようにしていただきたいんですけれども、亡くなった方が 100% ですね、もちろん返事をくださるわけでもございませんし、向こうでも返事をしたいなと思ってもなかなか返事ができない。あるいはそれに頼ってですね、霊能力のあると言われる方がおられて、ご主人はこう言ってますよっていう方も中にはおられますけれども、私は大変ちょっと失礼かもしれませんけれども、そういった方には少し私実は懐疑的な立場にいるんですね。亡くなった方とこういうふうに普通に生きた人間のように会話ができるかというと、本当に稀におられるのかもしれませんけれども、私は直接そういうようなものではないんではないかな、そんな話もこの女性の方にさせていただいたんです。そうしますと、そうですか、でもゼロではないですもんねっておっしゃるので、確かにゼロではないんです。もう何千人に一人ぐらいは、出したお手紙の内容が、まさに夢の中で返ってきたり、メッセージのある体験をされたりっていうのはこれおられますから事実、そういった方もおられるんですけれども、多くの方は返信がないというような感じで、ただですね、ご主人は必ず心配して奥様をどこかで見守っておられると思いますから、ご安心なさっていいんじゃないでしょうか。そんな話をしたんですけれども、この女性はずっとですね、いやそうですか、私のところには返信があってもいいのにな、こうずっと悩まれるんですね。で、私もちょっと急ぎの用事がありましたんですいません、これでちょっとじゃあ失礼させていただきますと言うと、いや三木住職ちょっと待ってください、もしかすると返信が来るかもしれないと思うので今からちょっと LINE を打ちたいんですけどどう思いますか、そうおっしゃったんですね。で、LINE というとご主人の携帯がなければ LINE は届かないわけですから、なんかご主人の携帯ってまだあるんですか、お聞きしますと、いや実はまだ解約してないんです、亡くなって日が経ってませんので寂しくって解約してない、そうおっしゃるんですね。この気持ちは私もよくわかります。私も父親を亡くしてるんですけれども、父親の携帯電話なかなか解約できなかったり、電話番号もなかなか消せなかったりっていうことがありますので、そうですか、じゃあまだ携帯はあるんですね。そうしますと LINE を打つとご主人の携帯には一応届く。でそのご主人がその携帯ご覧になられるかどうか分かりませんけれども、おそらく奥様のお気持ちは必ず届きますので、じゃあ一度打たれたらどうでしょうか。そう言うと、じゃあそうしてみます。じゃあちょっと打ってみますね。何通かずっと打ってられたんですね。そして私もちょっとその日は時間がなかったのでこれで失礼しますということで、仕事へ出かけました。それから数週間後、私がたまたままた京都にいて外に出たタイミングでこの女性とお会いしたんですね。私は思わずこの間の女性の方ですね。またお会いできるということはもう本当にご主人のお導きですね。そう言いますと女性の方が主人見えますか?おっしゃるんですね。いや見えるとか見えないとかっていう問題ではなくってですね、近くでこうやって、偶然縁があるということはおそらくご主人がなんか導いてくださってるんではないかな、遠くから見守ってくださってると思いますよ、そんな風な説明をまたさせていただいたんですけれども、この女性がもし三木住職本当に見えてたら正直に言ってください、しきりにおっしゃるんですけれども、いやいやそういう意味ではなくって、お近くにおそらく姿は見えませんけれどもおられるというふうなことが、こういったことでメッセージ性が、感じられるんじゃないでしょうか、そんな説明させていただいたんです。そうしますとこの女性がですね、いや実は三木住職LINE をお寺で打たせていただきましたね。ちゃんと主人が見てくれてたんです。こうおっしゃるんです。どういうことですか?。
お尋ねしますと、実はですね、連休時であの日ずっと LINE をご主人に送ってられましたね。その内容というものがご主人がちゃんと確認された証拠を持ってると、そうおっしゃるんです。あの日打って夜帰られました。夜帰っていつもこの女性はですね、枕元に携帯を置いて寝られるそうなんですけれども、寝てますと深夜に突然ですね、ブーンブーン、携帯のバイブレーションが鳴ったそうなんです。あっと思って、誰かから電話と思って電話をパッとご覧になられると、一切そこに着信がなかったそうなんです。着信がある場合、iPhone ですとですね、電話のマークのところに赤い1っていうのがつきますね。2件あれば2とつきます。ところがそれ一切来てない。LINE のところにも誰からも来てないんですね。でも確かになったような気がしたけどな、錯覚かもしれないと思ってもう一度寝られたそうなんです。そうしますとまたブーンブーン音がする。おかしいなと思ってまた携帯をご覧になられたそうですけれども、やはり着信はないんですね。なぜバイブレーションだけが鳴ってるのかなと思いながら、もしかすると他のものが鳴ってるのかなと思ってしばらく部屋の中でずっと静かにしてますと、またうーんうーんという音がする。間違いなく何か携帯のバイブレーションの音に似ている。おかしいなと思ってはと気づいた。そうか、私の携帯ではなくて主人の携帯が鳴ってるんだ。少し離れたところにご主人の携帯があったそうなんですけれども、その携帯のところを見ますとですね、そこに8という数字がついていた。LINE のところに8という数字がついていたそうなんですね。これ何かと言いますと、昼間奥様が連休時から送った LINE、これ合計8本だったそうなんですけれども、それがついてたんですね。そうかそうか。なんか電波の具合か何かでこんな深夜に主人の携帯に届いたんだなと思って LINE のところを開けられたそうなんです。そうしますと1行目に自分が打った文章が出てくる。2行目も3行目もずっとそうかそうか、私が打ったやつだな。ずっと見ていくと、なんと一番下にですね、奥さんがずっと打ったその返信が1通入ってたそうなんです。ご主人からこちらこそ今までありがとう、そんな一文がご主人の携帯から発信されてたそうなんです。発信はされてるんですけれども、不思議なことに奥様の携帯には届いていないんですね。でそれを見て、そうか、主人はやっぱりここの近くで見てくれてるんだなということを私痛切に感じたんです。そんなお話をしてくださったんです。で私がそうでしたか、よかったですね。じゃあ不思議な体験されて、その携帯もしよかったらご主人の携帯も見せていただくことってできますか。もちろんこれこの女性の方のお話を疑うわけではないですけれども、私いろんなこの YouTube で配信させていただいていると、それは本当の話か嘘つくなとかいろんなことがあるんですけれども、一応ですね証拠というものをいくつか持ってるんですけれども、私は決してこの怪談説法の中ではですね、事実かどうかっていうことの判別をつけたくないんです。ですから嘘だと思う方は全然ファンタジー SF だと思っていただいて全然いいんですけれども、なんか検証するのが私はなんとなく嫌でですね、あまり検証したくないんですけれども、この奥様の場合は携帯という証拠がありますので、一応ですね検証するわけではないですけれども、何かあった時のために一応ちょっと見せていただいていいですか。そうお話ししますと、いや三木住職それもう無理なんです。なんでですか。お聞きしますと、もう実はその日次の日の朝になってすぐにこの携帯解約しに行ったんですとおっしゃるんですね。で解約されたんですか。そう言いますと、いやそうなんですよ、だって怖いじゃないですか。そうおっしゃるんですよね。ご主人亡くなられて、ご主人とはいえやはり何か霊的な現象があると怖い、そう思われたそうで、そうでしたか。ただ私が送った方を見せれますよと言って私にその奥様の携帯を見せていただいたら、1行目にですね、一緒の空気を吸っているのがしんどいって言ってごめんなさい。2通目の LINE にはですね、新しいソファを買ったけどお前には座る権利がないと言ってごめんなさい。3通目にはですね、飼っているワンちゃんの名前がありまして、そのワンちゃんよりもお前は立場が下だと言ってごめんなさいとかですね、ちょっと生前いろいろおありになったんでしょうね。そういったことを謝罪するような文言がずっとメッセージとして
8通残っていたのを、見せていただいたんですけれども、ご主人からの返信はその奥様の携帯にはなかったんですが、実際に、ご主人の携帯の方からは発信履歴があったというお話でございました。ですから私がですね、奥様と2回目お会いした時にご主人が近くにおられると思いますよというふうに言ったのが非常に怖かったと、おっしゃいましたけれども、亡くなられた方は身内であれ、深夜に立たれるとですね、ちょっと怖い方も大勢おられると思いますので、亡くなった方たちはそこら辺を留意して出ていただけたら嬉しいなというふうに思いますけれども、これもですね、生前いろいろご主人と会ったんだな、それを亡くなられた後奥様が後悔されてられるんだな、こういったことは、特にですね、なんか強い言葉を相手に投げかけた人でなくても、普段仲が良かった方でもですね、もっとああしておいてあげればよかったな、こうしてあげておいたらよかったな、これは残った人たちの悩みとしてはもう普通にあることなんですね。ですから私が思うんですけれども、生きておられるうちにですね、たくさんいいお話をしていただきたい。そして文字で送るのもいいんですけれども、文字だけで送るとですね、なんかちょっと問題が起こることがあるんです。例えばこれは私の、知っている方のお話なんですけれども、中学生の女の子、その方も今は成人されてるんですけれども、この方が中学生だった時にですね、 LINE グループを中学の友達で作ってたそうなんです。でその中で、10人ぐらいのグループで「何々ちゃん遊ぼう」って送ると、この10人全員が見れるわけですよね。そしてじゃあ私も遊ぶ、私も行くねってずっとやり取りされてた。その中で、じゃあ私も行くってその女性が打つと、そのある女性がですね「なんで来るの?」って送ってきたそうなんです。私行っちゃいけないのってもう一度送ると、そんなこと言ってないでしょって返ってきた。それからどんどん喧嘩になってですね、2人の仲は非常に険悪になってしまった。そんな事件があったんですね。で、最終的にこれよくよくお話を聞きますと、実は誰も悪くないんです。どういうことかと言いますと、何々ちゃん来るの、何々ちゃん来るの、ね、でやっていくうちに私も行く。なんで来るのっていうのは、なんで来るのじゃなくて、何で来るの、来る方法を問いかけたんですね。そうしますと「私行っちゃいけないの?」「いやそんなこと何も言ってないじゃない」、そこから喧嘩になるんですけれども、実は、この遊ぶ場所がですね、とある友達の家だったんですけれども、マンションで自転車を置く数が決まってるので、何で来るの、歩いて来るのか自転車で来るのか、あなたがもしも自転車で来るなら私歩きで行くねという意味でこの、お友達が送ったそうなんですけれども、なんで来るの、なんとなくですね、理由を聞かれたように錯覚したこの女性はですね、それで喧嘩になっちゃった。もちろんこれ後に分かって和解されてるんですけれども、文字だけのやり取りって非常に難しいですよね。ごめんなさいって送っても、このごめんなさいがごめんなさいなのか、ごめんなさいなのかなんか、言葉のニュアンスっていうのは伝わりにくくて、そこで誤解が生じてですね、お互いに喧嘩になったり、一番最初言いました地方によっていろいろな文化が違いますから、普通っていうことが違うんですよね。普通こうしますよね。普通、この料理には、お醤油かけますよね。それ一つとってもですね、地方によったり文化によったり違いがありますね。この普通ならこうするよねっていうのは相手にとっては普通でないことがありますね。ですからそういったことで喧嘩が起こったり、文字のやり取りで何で来るの、どうしてあなたは遊びに来るのという、問いかけだと思って勘違いする人がいたり、非常に言葉というのは難しいもんです。難しいもんですけれども、どうかですね、それが、よりよく分かるようにするには、やはり直接顔を見ながら喋るのがベストだというふうに思いますね。もちろん今はコロナが、あったりいろんなことがありますので、なかなか会うことが難しかってもズームであったりですね、相手の顔とやり取りできることがありますので、できればベストは一番会ってお話しされるのがいいんでしょうけれども、そうでない場合はですね、できるだけ顔を見てやり取りされるのがいいかなというふうに思いますね。ましてやですね、ご夫婦でおられた場合とかは、極力お互いがお互いの棘にならないような生活を送っていただけたら、円満にいくんではないかなというふうに思います。ということで本日は、大分県にございます、本光寺様から、お届けさせていただきました。本日も怪談説法どうもありがとうございました。